ここは地中海に面した南フランスの海岸です。場所的にはマルセイユとニースのちょうど中間ぐらいになります。紺碧の空と青く透き通った海水がとても綺麗ですよね。今現在の気温は30度、湿度は 36% です。フランス国内ではパスサニテールと呼ばれる衛生パスポートの提示義務が開始しました。カフェやレストラン、大型のショッピングセンターやスポーツジム、それからホテルなどの係員に72時間以内のコロナの陰性証明書、もしくはワクチン接種証明書が記録された QR コードを提示することが義務付けられました。このバカンスシーズンは国内の移動制限が出ていないので、例年に比べると国内旅行をするフランス人がとても多いそうです。この衛生パスポート、提示義務は今のところ11月15日までとなっています。フランスに来るまでは南フランスの海がこんなにも綺麗だなんて思ってもいませんでした。こんにちは、ケイスケです。今日東京オリンピックが閉会を迎えました。次回の会場となるここパリでは東京オリンピック開催とともにここでイベントが連日繰り返されていたんです。そういえばエッフェル塔の現在の高さは324メートルだそうです。というのも設置交換された電波塔でどうも過去よりも高くなっているらしいんですよね。ちなみに東京タワーは333メートルです。また余談ですけど、以前ナウフツにいる時にフランス人に東京タワーの写真を見せたら、エッフェル塔の写真どうしたのって言われたことがあります。似てますかね。まだ様々なことでコロナの影響を受けているパリですが、2024年のオリンピックも含めた次のイベントに向けて街はすでに準備を開始しています。ということで現在のパリ市内の様子をお伝えしますね。凱旋門は革命記念日のパレードが終わった翌日からブルガリア人アーティストクリストさんと奥さんのジャヌ・クロトーさんのプロジェクトが進められています。このクリストさん、実は去年の5月に亡くなられているんですが、プロジェクトは継続されているんです。それでこのプロジェクト1400万ユーロ、日本円にして約17億円程度かかるそうなんですが、費用はクリストさんの遺産などの自己資金で成し遂げられるそうなんですよね。2万5000平方メートルにも及ぶシルバーブルーのポリプロピレン製の生地と、これまた同じ素材でできている3000メートルの赤いロープを使って巨大なこの凱旋門を包み込むというものらしいんですが、そんな風に言われてもイメージ湧きませんよね。それで少し調べてみたら、この2人1985年にポンヌフをパッケージングしていらっしゃっていて、その当時の画像がネットで見れるようになっています。クリストポンヌフで検索すると出てくるので、もしよろしければ検索してみてくださいね。凱旋門は9月18日から10月3日までパッケージングされるということです。またその頃にお見せできたらいいなと思っています。ちなみに工事中でも凱旋門の見学はできるようです。次はグランパレに向かっています。この右側がグランパレ、そして左側がプティパレです。2024年のオリンピック開催に向けて準備が進められているグランパレです。完全に正面メインのところは作業用のパネルで覆われてしまっています。こんな感じだと以前の姿が全く思い出せませんよね。ということでこれは今から5ヶ月前のグランパレの映像です。今の為替でいうと100万ユーロで1億3000万円程度なんですが、4億6600万ユーロを投じて修復されるそうなんです。費用に対しての批判もあるようですが、どんな姿になるのかとても楽しみです。ちなみにプチパレは特に工事していません。まあ綺麗ですものね。アレクサンドル三世橋を渡って今度はアンヴァリッドの前までやってきました。
金色と青色が鮮やかに織りなされたアンバリッドの門です。現在アンバリッドではご覧のように修復工事を行っているんですが、実は今年はナポレオンの没後200年にあたるそうで、ニューイ・オー・ザンバリッドという記念イベントがこの8月末まで開催されています。この一面に芝生が見えると思いますけど、ここにどうも野生のウサギが生息しているようなんですね。それでパリ警察は毎年イノシシ、ハト、ノウサギなど被害を与える可能性が高いと分類された動物のリストとその駆除方法を定めているんですが、今年はアンバリッドのこの芝生に住み着いたノウサギだけが有害とみなされて駆除対象となっていたらしいんです。で、それに対してパリの動物保護団体が裁判を起こしていたんですが、結果どうもこのアンバリッドのノウサギは保護されるようになったようです。ウサギさん的には良かったですよね。コンコルド広場を通って次はマドレーヌに向かっています。向こう側に見えるのがマドレーヌ寺院です。で、マドレーヌ寺院はどうなっているかというと、実は現在こんなことになっているんです。完全にがっちりと足場で固められて原型が見えません。現在足場は正面部分のみで側面と後方には組まれていませんでした。正面以外は全く手をつけないのか、それとも正面が完了してから手をつけるのか、どっちなんでしょうね。まあでもこうしてみると後方もかなり黒っぽくなっているのでやりそうな感じはします。ヴァンドーム広場です。ここは数年前に修復していたので今回はなさそうです。そういえばここの一角にある照明という宝石屋さんのシャンゼリゼの店舗にこの7月末強盗が入って2、3億円相当の被害を受けていたんですが、その時犯人が逃走に電動キックボードを使っていたことが話題になっていました。犯人はつい最近逮捕されて盗まれた宝石もほぼ回収できたようです。よかったですよね。パリでは数年前から市長のイダルゴさんが環境保護を理由に自家用車に対する規制を推し進めているんですが、この夏にも条例がいくつか出ていて、8月30日からパリ市内の制限速度が30キロになるようです。またバイクやスクーターは来年の1月から1時間あたり2、3ユーロの駐車料金を支払うことになりました。というのもパリの路面駐車場の面積を現在の半分に削減するそうで、その半減してしまう収益を自動二輪の駐車代から賄おうというのがどうも狙いのようなんです。ただコロナの少し前にジレジョーヌと呼ばれる蛍光色の黄色のベストを着た人々が毎週土曜日にフランス全土でデモ行進していたのを覚えている方も多いと思いますが、その理由の一つは燃料価格の高騰と増税だったんですね。だから低所得層の利用率が高い自動二輪への課金は激しい反発を招くかもしれません。今僕はレピブリック広場を通っています。この動画では初登場ですよね。そのうちこの辺りも歩こうと思っています。ということで今回は秋を迎えようとしているパリの模様を駆け足でお伝えしました。明日もいい日になるといいですよね。それではまた。